こんにちは、さやかです。ディズニージーニーはディズニーランドリゾートとディズニーワールドに比較的新しく導入されたサービスで、たくさんの機能が含まれています。ディズニージーニーをうまく活用するには、このサービスの基本情報に加えて少しのコツを知っておくことが必要になってきます。ということで、今日のマークサイロストインワールドでは、皆さんがこのサービスを最大限に活用できるように、ディズニージーニーを攻略するいくつかのコツを紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。それではディズニージーニーを攻略するコツに入る前に、まずはこのディズニージーニーサービスについて簡単に説明していきたいと思います。ディズニージーニーサービスには3つのカテゴリーがあります。これは無料版のディズニージーニー、ディズニージーニープラス、そしてインディビジュアルアトラクションセレクションです。無料版のディズニージーニーでは、皆さんの希望に合ったカスタマイズされた予定を作ったり、ピップボードを見たり、レストランの予約をしたり、モバイルオーダーを通したり、バーチャルアシスタントを使ったりすることができます。そして2つ目のカテゴリーはディズニージーニープラスです。これは有料のサービスでファストパスに代わって導入されたサービスになります。ディズニージーニープラスはディズニーワールドでは1人1日につき15ドル、そしてディズニーランドリゾートでは1人1日につき20ドルとなっています。ゲストはアトラクションのリターンタイムを予約すると、ライトニングレーンからそのアトラクションの列に入っていくことができます。ライトニングレーンは基本的には昔のファストパスのようなもので、ゲストは通常の長い列をスキップすることができます。そしてディズニーによると、ディズニージーニープラスを購入すると、だいたい2つから3つのアトラクションのライトニングレーンを予約できるそうです。またディズニージーニープラスを購入すると、ライトニングレーンエントランスの他にもいくつかの特典がついてきます。それでは最後に3つ目のカテゴリー、インディビジュアルアトラクションセレクションです。ディズニーパークのほとんどのアトラクションはディズニージーニープラスのライトニングレーンエントランスの対象ですが、いくつかのアトラクションはインディビジュアルアトラクションセレクションというまた別のカテゴリーに入ります。これらは例えばライズ・オブ・ザ・レジスタンスとか、最近エプコットにオープンしたガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー、コズミック・リワインドといったような人気のアトラクションで、これらのアトラクションのライトニングレーンエントランスにアクセスするには、それぞれのアトラクションでお金を払わないといけません。もし皆さんがライズ・オブ・ザ・レジスタンスの通常のスタンドバイラインをスキップしたいなら、この一つのアトラクションに乗るためにお金を払わないといけないということになります。そしてこのインディビジュアルアトラクションセレクションの値段はそれぞれのアトラクションによって違いますが、だいたい7ドルから15ドルぐらいまでです。無料版のディズニージーニーやディズニージーニープラス、そしてインディビジュアルアトラクションセレクションについてもっと詳しく知りたい方や、このディズニージーニーサービスについてあまりおなじみがない方のために、私はこのディズニージーニーのサービスについてのガイドを作ったので、よかったらこのガイドをチェックしてみてください。このビデオのリンクはディスクリプションに載せておきます。それではディズニージーニーサービスについて簡単に説明したところで、今からディズニージーニーを攻略するためのコツに入っていきたいと思います。まず最初のコツは、ディズニージーニーに完全に頼りっきりにならないことです。ディズニージーニーの無料版にはカスタマイズされた予定を作る機能があります。皆さんはディズニージーニーにパークで何がしたいか伝えると、あら不思議、ディズニージーニーは皆さんの希望に合った予定を作成してくれます。この希望はキャラクターグリーティングなどの大まかなものでもいいし、スプラッシュマウンテンなどの特定のものでも大丈夫です。この予定はリアルタイムでアップデートされるので、パークで何が起こっているかによってディズニージーニーはこの予定を調節してくれます。そしてここで皆さんはディズニージーニーのおすすめ通りに動かなくてもいいですが、ディズニージーニーはアトラクションやレストランの待ち時間が少なくなっている時にこれらをおすすめしてくれるので、この予定をガイドとして使うと効率的に便利にパークを回ることができます。しかしそうは言ってもディズニージーニーは人工知能なので完璧ではないです。なので予定のプランとプランの間に何もない時間があったり、キャンセルされているショーをおすすめしたりすることもあります。ここでディズニージーニーに完全に頼っていると、こういった不具合が起こった時に何をすればいいのかわからなくて、次のプランまでただうろうろして時間を無駄にしてしまうということもあるかもしれません。なのでそういう事態を防ぐためにディズニージーニーに完全に頼りきりにならないで、自分でリサーチをしておくことが大切です。
前もって何がマストなのか、そして時間が余った時は何をしたいのか、リサーチをして知っておくと、プランとプランの間に何もない余白のスペースができた時や、ジーニーのおすすめに従いたくない時に自分のパークでのプランを調整しやすくなります。また無料版のディズニージーニーの予測待ち時間の機能もこれと同じで、ディズニージーニーに完全に頼らないのが賢い使い方になります。ディズニージーニーはリアルタイムのアトラクションの待ち時間を教えてくれるだけでなく、その日のアトラクションの待ち時間がどれぐらいになるのか予想することもできます。ディズニージーニーにおすすめされた予定を使っていると、皆さんがスケジュールに追加したアトラクションの下に View Forecasted Wait Time と書かれたボタンが見えます。ここをクリックすると、そのアトラクションの1日を通しての待ち時間の予測を見ることができます。またティップボードからもアトラクションの待ち時間の予測を見ることができます。この予測の待ち時間を見るには、皆さんが気になるアトラクションが見えるまでスクロールし、それが見えたらそのアトラクションのスタンドバイラインをクリックするだけです。ディズニージーニーは例えばこのアトラクションは12時に60分待ちといった特定の待ち時間を予測することまではできませんが、時間によっての大体のアトラクションの混み具合を教えてくれます。しかしこれはあくまでも予測された待ち時間なので、実際の待ち時間がジーニーの予測通りになるとは限りません。なので完全にこの機能に頼るよりもガイドとして使うといいと思います。またパークに行く日の直前になってアトラクションの待ち時間を気にし始めるよりも、前もってマイディズニーエクスペリエンスアプリで皆さんが乗りたいアトラクションの1日を通しての待ち時間をモニターしておくと、その特定のアトラクションの大体の待ち時間や比較的待ち時間が低くなる時間を学ぶことができます。そして次の秘訣は、ディズニージーニープラスを本当に必要な日だけ購入することです。ディズニージーニープラスは全てのパークで必要かといったらそうではありません。ディズニーワールドではディズニージーニープラスは1人1日につき15ドルなので、これはそんなに悪くないと思っている人もいるかもしれませんが、特に4つの全部のパークに行くとなると出費は重なります。そしてさらに1人分だけでなく家族全員分買うとなると結構な金額になってしまいます。もう少し分かりやすくするためにここで少し計算をしてみましょう。皆さんが1人分のディズニージーニープラスをディズニーワールドの4つの全てのパークで購入する場合、合計で60ドルになります。そして4人家族のグループが4人全員分4つの全部のパークでディズニージーニープラスを購入すると、なんと合計で240ドルです。ということは他の全ての出費に加えてさらに240ドルディズニージーニープラスのために使うことになります。皆さんこれは1日のホテル代です。しかもこれにはインディビジュアルアトラクションセレクションは含まれていません。しかし皆さん、ディズニー旅行の全部の日にち分ディズニージーニープラスは購入しなくてもいいんです。私が実際おすすめするのは1つか2つ、一番ディズニージーニープラスが必要な日にちを選んでその日にちだけ購入することです。そしてディズニージーニープラスを購入するか決めるためにいくつか考えておくべき要素があります。1つ目、混雑する時期に行くのか。2つ目、これは人生に一度きりの旅行になるのか、それともまた数年後、もしくはまた近い将来パークに戻ってくるのか。またしばらく戻ってこない場合は、もし皆さんがなるべくたくさんのアトラクションに乗って列での待ち時間をなるべく少なくしてパークを楽しむことに時間を使いたかったら、ディズニージーニープラスは購入するべきかもしれません。そして3つ目、1つのパークに1回以上行くのか。同じパークに何回も行くなら1日目に乗れなかったアトラクションは2日目に乗ることができるので、ディズニージーニープラスはそこまで必要にならないかもしれません。4つ目、買う価値があるのか。これはパークによります。エプコットやアニマルキングダムには通常あまり長い待ち時間がないアトラクションが結構あります。これはこれらのアトラクションは待ち時間が決して長くならないということではないんですが、長くない方が多いということです。しかしマジックキングダムやハリウッドスタジオには待ち時間がかなり長くなるアトラクションが結構あるので、エプコットやアニマルキングダムでディズニージーニープラスを使うよりマジックキングダムやハリウッドスタジオで使った方が価値はあるかなとは思います。マジックキングダムには4つのパークの中で一番たくさんのアトラクションがあり、ハリウッドスタジオにはディズニーワールドの中でも待ち時間がひときわ長くなるアトラクションがいくつかあります。
エプコットとアニマルキングダムではクリスマスなどの1年の一番ピークの時期とかではない限り、ディズニージーニープラスなしでも1日で十分アトラクションを攻略できます。こういった理由でディズニージーニープラスを購入するんだったら、個人的にはマジックキングダムとハリウッドスタジオをおすすめします。そして次のコツはディズニージーニープラスを購入する人に当てはまりますが、これは120分ルールを学ぶことです。ディズニージーニープラスを購入すると、いつでも好きな時にライトニングレーンを予約できるというわけではありません。ライトニングレーンの予約は一度に1つしかできません。ディズニーワールドでは7時から、そしてディズニーランドリゾートではパークに入場後、一番最初のライトニングレーンの予約をすることができます。1日の最初のライトニングレーンを予約すると、次のライトニングレーンを予約するためには条件があり、次のうちどれか1つを満たす必要があります。1、今の予約しているライトニングレーンを使い終わった場合、これは予約したライトニングレーンのアトラクションに乗り終えた場合。2、予約したライトニングレーンのリターンタイムが過ぎた場合、これはどんな理由によってかアトラクションに乗らなかった場合、または時間を逃してしまった場合です。3、これはシチュエーションによりますが、パークオープンから、またはライトニングレーンを最後に予約してから120分が経った場合、これらの3つのうち一番早く来た1つを満たすと、次のライトニングレーンを予約することができるようになります。これはちょっとややこしいので、今から架空のシチュエーションを使ってもう少し説明していきたいと思います。皆さんはマジックキングダムにいて、この日パークは9時にオープンするとします。そして皆さんは7時にリターンタイムが10時のジャングルクルーズのライトニングレーンを予約しました。この場合、次に新しいライトニングレーンの予約ができるのは10時にジャングルクルーズに乗った後です。それでは次のシナリオに行きましょう。この日はマジックキングダムが混んでいて、7時に予約したジャングルクルーズのライトニングレーンの一番早いリターンタイムが1時でした。この場合、1時まで次のライトニングレーンの予約ができないというわけではありません。ここでこの120分ルールが出てきます。皆さんは9時にパークがオープンしてから2時間後の11時にまた次の新しいライトニングレーンの予約ができます。この場合はまだジャングルクルーズのライトニングレーンを待っている間、次の新しいライトニングレーンを予約することになるので、一度に2つのライトニングレーンの予約を持つことになります。この120分ルールについてですが、この120分はパークがオープンするまで始まりません。なので朝7時に最初のライトニングレーンを予約したら、その2時間後の9時にまた次のアトラクションを予約できるというわけではなく、次のアトラクションを予約できる時間は9時のパークオープンの2時間後の11時になります。これはちょっとややこしいですが、もし皆さんがディズニージーニープラスを最大限に有効活用したいなら、ここはしっかりと勉強しておくべきです。それでは今ちょうど頭をたくさん使ったばっかりなので、あんまり頭を使わないコツに入っていきたいと思います。そしてこれはダイニングチップボードを使うことです。ディズニージーニーが助けてくれるのはアトラクションだけではありません。無料バージョンのディズニージーニーは皆さんがパーク内で食事をするときにも役立ちます。ディズニージーニーのダイニングチップボードではレストランの予約をしたり、モバイルオーダーを通したり、レストランのバーチャルウェイトリストに入ったりすることができます。それに加えてディズニージーニーは皆さんの現在のロケーションや予定の中の他のロケーションの近くのレストランをおすすめすることもできます。そして次のモバイルピックアップオーダーが可能な時間も教えてくれるので、皆さんが次のアトラクションに乗る前に何か簡単に素早く食事をしたい場合でも、ディズニージーニーはどのクイックサービスレストランで一番早く食べ物が手に入れられるか教えてくれ、案内してくれます。そして次のディズニージーニー攻略の秘訣は、インディビジュアルアトラクションセレクションを購入するよりも、インディビジュアルアトラクションセレクションのアトラクションをロープドロップすることです。はい、ここでちょっとディズニー用語が出てきたので紹介したいと思います。ロープドロップはディズニーパークがオープンする前にエントランスの前に並んで、オープンすると同時にパークに入場することを言います。ロープドロップをするとパークに一番最初に入るグループの中の1人になるので、そこからすぐに人気のアトラクションに向かえば、だんだん人が多くなってきて待ち時間が長くなる前に列に入ってアトラクションに乗ることができるというわけです。インディビジュアルアトラクションセレクション対象のアトラクションはパークの中で最も人気のアトラクションです。
なのでこれらのアトラクションの長い列をスキップするために毎回インディビジュアルアトラクションセレクションの料金を払っていると最後には結構なお金を使ってしまうことになります。なので出費をなるべく抑えた上でインディビジュアルアトラクションセレクション対象の人気のアトラクションに乗るにはロープドロップをしてまだ待ち時間があんまり長くないうちに列に入ってこれらのアトラクションに乗ることをお勧めします。もし皆さんがディズニーホテルやディズニーのグッドネイバーホテルに滞在しているとパークオープンの30分前にパークに入ることができるのでこの時間を使ってインディビジュアルアトラクションセレクションのアトラクションに乗ることができます。また皆さんがディズニーのデラックスホテルやスワンホテル、ドルフィンホテルなどの対象のホテルに滞在していてマジックキングダムかエプコットに行くなら決められた日にちにエクステンデッドイブニングアワーといってパークの閉園後に 1,2 時間他のゲストよりも長くパークにいることができるという特典があるのでこのパーク閉園後の時間を使ってこれらの人気のアトラクションに乗ることもできます。ただこの戦略を使うなら皆さんがマジックキングダムかエプコットに行く日にエクステンデッドイブニングアワーが行われているかディズニーのウェブサイトでチェックしておくことが必要になります。それでは次のディズニージーニー攻略のコツに入っていきたいと思います。これはディズニージーニープラスを購入した人に当てはまりますが他の特典を使うことを覚えておくということです。皆さんがディズニージーニープラスを購入したら AR レンズが特典としてついてきます。ライトニングレーンエントランスの予約に気を取られてこの AR レンズについては忘れてしまいがちですがこれはとっても楽しい機能になっています。この AR レンズは基本的にどこでも使うことはできますがエプコットのレミーズラティテュードアドベンチャーレンズなどいくつかのレンズは特定のロケーションでのみ利用可能になっています。セレクト AR レンズはディズニージーニープラスの購入後45日間まで使うことができるのでレンズが使えなくなる前にこの特典のことを覚えておいて使うのを忘れないようにしてください。 AR レンズに気を取られて言うのを忘れてしまいましたがディズニーランドリゾートでは AR レンズの代わりに制限なしのフォトパスダウンロードが特典としてついてきます。そして AR レンズだけがディズニージーニープラスの特典ではありません。皆さんがこのプレミアムサービスを購入するとオーディオエクスペリエンス機能も特典としてついてきます。オーディオエクスペリエンス機能を使うとパークのいろんなエリアでアプリの中の小さなヘッドフォンのマークをクリックするとアトラクションやパークについての面白い事実や裏話を聞くことができます。もし皆さんが一緒に行くグループがライトニングレーンにはあまり興味がなくてこのオーディオエクスペリエンスだけ楽しみたいんだったらそのグループの中の誰か一人がディズニージーニープラスを購入すればこのオーディオエクスペリエンス機能にアクセスできグループ全員でツアーを楽しむことができます。そして次のコツは新しい障害者アクセスサービスについて知っておくことです。ディズニーの障害者アクセスサービスはディズニージーニーのおかげでアップデートされました。そして今はアプリの中で障害者アクセスサービスに登録することができるようになっています。このサービスに登録すると旅行の30日前からキャストメンバーと話して障害者アクセスサービスをセットアップすることができます。このバーチャルキャストメンバーは1日につき2つのアトラクションのリターンタイムをセットアップするのを手伝ってくれます。これは昔のファストパスと同じようなものでまずは希望の2つのアトラクションを選びます。すると1時間のリターンウィンドウが与えられこの1時間の中でこれらのそれぞれのアトラクションを体験することができます。またマイディズニーエクスペリエンスアプリの中でこの2つのアトラクションを自分で選択することもできます。そして最後のディズニージーニーを攻略するコツはマークさえロストインワイルドにチャンネル登録をすることです。私たちはテーマパークの情報や秘訣などいろんなテーマパークに関するビデオを配信しているのでもし皆さんがテーマパークの最新情報や攻略方法などを探しているならぜひこのチャンネルにチャンネル登録をしてください。また私たちは最近私たちの最初のプレゼント企画を実施しました。そして商品はこのとっても可愛いじゃーんグローグーのぬいぐるみです。応募をすればこの可愛いグローグーが当たる可能性があります。まだまだこのプレゼント企画の応募は受け付けているのでこのグローグーをお家にお迎えしたい人はぜひ応募してください。応募の方法はとっても簡単です。このビデオのディスクリプションにこのプレゼント企画のビデオのリンクを載せておくので応募方法を読むにはそのビデオに行ってください。それでは今日はディズニージーニーサービスを攻略するコツについて紹介していきました。
このビデオが少しでも皆さんがディズニーパークでディズニージーニーをナビゲートするのに役立つことを願っています。もしまだわからないことや困惑していることがあれば、コメント欄に質問を載せてください。そうすればなるべくわかりやすく回答できるように頑張りますそれでは今日はビデオを見てくれてありがとうございました。もし皆さんが少しでもこのビデオが役に立ったら、このビデオにいいねを押してくれるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Make today magical! Bye!